テント泊登山を始めてから約1年が経ちました。いろいろなですね、海外のウルトラライト系ザック使ってきたんですけれども、最終的にはですね、カスタムオーダーして自分オリジナルのザックを作りました。今回は KS ウルトラライトギアで作った、自分のオーダーした、ザックですね、そのこだわりとか機能とか、そういったところを紹介していこうと思います。はい、まず KS ウルトラライトギアについてですね、簡単に紹介しておくと、日本のガレージブランドでローランさんっていうフランス人の方がやっている、ブランドですね。で、ザックを本当に1から10まで細かく、カスタムできるので、今回は私のカスタムした項目を紹介していこうと思います。はい。で、まず、ザックのカスタムオーダーするとき決めるべきは容量ですね。30リットル、40リットル、50リットル、60リットルの、4パターンから選べるんですけれども、自分は40リットルを選びました。で、その理由はですね、経験的に自分の、テント泊登山のギアは、40リットルで運べると、収まるっていうところを知っていたからです。それは、実際にゴッサマーギアクモの36リットルを使っていましたし、ハイパーライトマウンテンギアの2400ですね。これ確か48リットルくらいだったと思うんですけど、これで余裕のあるパッキングができていたので、40リットルで十分じゃないかっていうところで、40リットルのザックを選びました。で、実際使ってみて印象はですね、40リットルでちょうどいいなっていうところですね。北アルプスに3泊4日で、食べ物も全て持って行ったんですけども、ちょうどぴったし、ギリギリでしたけど収まるサイズっていう感じでした。いざとなったらですね、外の、ベルトに、外付けすれば40リットル以上も持ち運べると思っています。ただ、1週間以上の重装とかする人には、あとパッキングとかで、ギアたくさん持っていくような人だったら40リットルは少ないと思っているので、50リットル、60リットルを選んだ方がいいんじゃないかっていうふうに思っています。はい、ザックの、容量40リットルって決めた後には、パックのデザインを決めます。40リットルの場合には2つ、デザインの選択肢がありまして、KS パックっていう一般的なものと KS4 っていうものがあります。KS パック、40リットルの場合は KS パック40になると思うんですけど、これは一般的なもので、ヒップベルトがついてるっていうものです。一方で KS4 っていうのは、スーパー UL バージョンっていうふうに書いてあるんですけども、違いはおそらくヒップベルトがないっていうことになります。で、自分がそのヒップベルトをどうしようかなって考えた時には、ヒップベルトなしを選ぶことにしました。つまり KS4 を選ぶことにしました。で、いろんな理由があるんですけれども、一つ目にそうです。重量メリットがあるかなというふうに考えました。具体的にはヒップベルト、クッションの部分ですが、ないだけ、ザックが軽くなるでしょうっていうことです。ホームページを見る限り、ケースパックの40、ヒップベルトがあるやつですね。これがだいたい 370g らしいですと。で、一方でその KS4 のヒップベルトがないものは、280g っていうところでだいたい 100g の軽量化につながるかなっていうふうに考えたことがありますと。で、二つ目ですね、そもそもヒップベルトがあると邪魔っていうふうに思っていました。具体的には自分は水をですね、サイドポケットのところに、1リットルのものを入れているんですけれども、サイドポケットって届かないんですよ。で、あった時にどうするかっていうと、呼気を緩めてザックの位置を下に下げると、そうすると手が届くようになるんですけども、ヒップベルトをつけているとですね、呼気を緩めてもヒップベルトが、ザックの位置を固定しちゃっているので、ザックの位置が下に下がらないんですね。なので結局水は取りづらいままっていうことになってしまいますと。呼気を緩めて、さらにヒップベルトも緩めれば水も取れるんですけど、それは面倒だなというふうに感じていました。なので、ヒップベルトはそもそもいらないなというふうに思っていたので、ヒップベルトは不要というふうに考えました。で、次にですね、実際日本の山の特徴って考えても、ヒップベルトっていらないんじゃないかっていうふうに考えていますと。具体的には日本の山は、なんでしょう、急峻で上下が激しいというふうに言われていますと。で、そうなった時には、足場とか鎖場とか考えると、足を上下に大きく広げて動く必要があります。可動域を、広く、保ちたいと。で、そういった時にですね、ヒップベルトは結構足腰っていうか足回りの動きを妨げるっていうふうに言われていて、自分も、ハイパーライトマウンテンギアでヒップベルトあるものを使っていたんですけど、ちょっと足回りが動きにくいなというふうに感じていたので、ヒップベルトなしのザックっていうところを選びました。実際にですね、例えば山と道の3とか40リットルのザックで大きいものがあると思うんですけど、あれもヒップベルトないですよねっていう話で、やっぱり日本の山、を40リットルで行くとしたら、ヒップベルトはいらないんじゃないかなというふうに考えています。で、最後ですね、そもそもヒップベルトで、腰荷重、ザックが重いので腰荷重
して、肩の負担を減らすためにあると思うんですけども、自分はギアをなるべく軽量にしていて40リットルに抑えようと思っていたので、荷物がだいたい10キロ以下なんですね。なので10キロ以下だったら腰荷重の必要がないかなと思っていて、ヒップベルトなしを選びました。こんな理由からですね、ヒップベルト、ない、ケース4を選びました。次にですね、ケース4っていうパックデザインを選んだ後は、そのデザインをどういう素材で実現するかっていう素材を選びますと。で、主な選択肢は2つあって、X パックを使うか、スペクトラダイニーマっていうダイニーマグリッドスペクトラっていうものを使うかって話ですね。X パックはよく言われるクロスの線が入った生地ですね。で、一方でスペクトラダイニーマグリッドっていうのは、よくザックのサイドポケットとかに使われる格子状の生地ですね。例えばハイパーライトマウンテンギアだったらサイドポケットに使われているような素材ですと。で、この2つの素材どっちにしようかって考えた時に、自分はスペクトラダイニーマグリッドを選びました。で、その理由としてはですね、X パックの方が多分日本の気候には適しているんですけど、でそれは何でかっていうと、防水性ですよね。ペットフィルムが中にあるので、水が本当に浸透してこないと。で、日本の山は結構気候が変わりやすくて雨も降りやすいっていうところで、X パックが好まれると思うんですけど、自分はダイニーマグリッドを選んだっていうところで、その理由としては一つ目に、自分はパックライナー、ビニール袋を入れて、ザックの中が濡れるっていう想定でパッキングをしているので、そもそも防水性は、ペットフィルム、生地の中のペットフィルムじゃなくて防水パックライナーで担保しようと思っていたからです。で、二つ目にですね、生地の柔軟さっていうところで、X パックって結構ゴワゴワしてて、硬いんですよね。なので、なんていうんだろうな、ギアを入れても生地が伸縮しない感じがして、結構背中へのフィット感っていうところが気になっていました。一方でダイニーマグリッドはですね、結構生地が柔軟で、ギアを入れるとその形に応じて収縮しますし、自分の体に合わせて、生地が収縮して体にフィッティングする、印象があったので、ダイニーマグリッドを選んだっていうところがあります。で、次にですね、生地の丈夫さとか清潔さっていうところですね。具体的には X パックとダイニーマスペクトラグリッドを比べると、ダイニーマスペクトラグリッドの方が丈夫ですと、破けにくいというところですね。日本の山は結構ギザギザした岩肌なイメージがあったので、ザックが擦れるとか、そういったことを考えると、ダイニーマグリッドがいいかなというふうに考えました。一方でその生地の表面で見ても、ダイニーマグリッドは格子の、線が中に埋め込まれているので、表面を触ってもサラサラなんですね。汚れがつきにくいと。一方で、X パックっていうのは X のグリッドが表面に浮き出ていてですね、結構、ゴミとかが、汚れとかが、溝の部分に埋まりやすいっていう印象がありました。実際にX パックを選んだレビューを見ても結構ザックの表面がすぐに汚れてそうに見えてて、見栄えが悪いなっていうふうに感じていきました。こういったところからですね、自分は素材としてはスペクトラグリッドを選びました。で、他にもですね、デザインって見たときにX パックを使ったデザインって多いんですけど、ザック全体がダイニーマスペクトラグリッドっていうザックは多分市販品でないんじゃないかなというふうに思っています。なので自分のオリジナルのザックを作ろうってなった時に、見栄えもちょっとは気にしてて、そうなった時に、全部ダイニーマグリッドってなかなか目立つなと思って、あえてこういうデザインにしました。はい。で、次にですね、トルソーサイズを選びます。つまり身長によって背中の長さって人によって変わるので、自分の背中に合ったものを買おうっていうところですね。トルソーサイズの測り方はサイトに書いてあるんですけども、自分は測ったところだいたい49とか50でした。で、そうなった時にトルソーサイズ、どういうものを買おうかなって考えたんですけど、50ではなくて、その一つ、短いサイズである47リットルっていうところを、トルソーサイズとして選びました。で、その理由は何でかっていうと、ザック、これケース4でヒップベルトがないタイプなんですけど、これを背負う時には、こういったヒップベルトのザック、ヒップベルトがないザックですね、を背負う時にはコツがあるらしくてですね、なるべく、背中の上の方で背負うっていうところですね。そうなった時に、トルソーサイズを、ちょっとだけ自分の背中に対して短くした方が、背中で背負いやすいという情報が、あったので、これは例えば山と道のサイトにもありますね。そういった情報を踏まえたときに、トルソーサイズを短めにしたっていう経緯があります。なので自分は身長170センチで、トルソーサイズが49とか50センチだったんですけれども、ザックとしては47
センチのトルソーサイズといたしました。ザックのメインの部分が決まってくると、次は、ザックの周りの部分についてカスタマイズを考えていくことになります。で、まずはフロントポケットですね。UL スタイルのバッグではフロントポケットが結構大きな、ところを占めているんですけども、デフォルトだとここはメッシュポケットになりますと。で、自分はただここ、カスタマイズオーダーして、フロントポケットはメッシュではなくて、メインと同じ素材である第2マスペクトラグリッドを選びました。で、その理由としてはいろいろあるんですけど、一つ目に第2マスペクトラグリッドにすればメッシュポケットと比較して中身が見えないっていうメリットがあるっていうふうに考えました。メッシュポケットに物をたくさん入れて、それがなんて言うんだろうな、UL 系の主なアイコンだったりするんですけども、自分は中身が見えないスッキリとした、パッキングをしたいと思っていたので、あえて中身の見えない、第2マグリッドスペクトラの、ポケットにしたいなというふうに考えました。で、他にもですね、メッシュについてよく水はけがいいとか、濡れたものを入れれば勝手に乾くとか、そういったことを言うと思うんですけど、あまり自分はそうは考えていませんと。濡れたものはメッシュポケットに入れても乾かないと思っています。濡れたレインウェアとか、あと、テントとかですよね。その理由は何かというと、濡れたものって多分広げないと乾かないんですよね。なのでメッシュポケットの中に詰め込んでもギュッと咲いた状態なので、なかなか乾かないというふうに考えていたので、そこまでメッシュポケットの必要性はないかなというふうに考えていました。で、他にもですね、メッシュポケットだと、外から中が見える、穴が開いているので、例えばザックを、フロントポケットが下になるように置いたときに、砂とか、泥とか、それが、中に入っちゃうっていう、ところがあったので、そうはしたくないなというところで、ちゃんと生地を貼る、つまり、スペクトラ第2マグリッドにしようというふうに考えました。他にもですね、メッシュは木の枝とかに引っかかりやすいかなっていうイメージがあったので、木の枝とかが網目とかに引っかからない、ちゃんとした布地のもの、ポケットを用意しようということで、スペクトラ、第2マグリッドの、ポケットにしました。で、次のカスタマイズとして自分はザックの下にですね、ボトムの、ポケットをつけてもらいました。これが、カスタマイズの醍醐味であり、自分がなんで今回カスタマイズをしたかったかっていう、理由の一つになります。このボトムにポケットをつけるようなザックのデザインって、結構珍しくて、アメリカでいうとパランテとか、そういった、ザックに特徴的なデザインですと。しかも、このボトムポケットのいいところは、ザックを背負ったまま下ろさずに、アクセスできるポケットが一つ増えるっていうところですね。しかもザックの、ボトムなので結構な大きなポケットを用意することができますと。っていったところで、たった800円とか1000円とかでボトムポケットを付けられるというところで、ライクラの、生地の、ボトムポケットを付けてもらいました。で、実際使った印象ですね。よく、気になるところが、ボトムにポケットをつけるとザックをそのまま地面に置けないじゃないかっていうところなんですけども、自分は、なりふり構わず全然地面に置いてますと。ライクラの生地は結構丈夫で、ギザギザした顔料体のところに置いても、ボトムポケットに傷とか全然つかないですし、自分はザックを置くときにはボトムで置くっていうよりかは、フロントポケットが、地面と接するように置くので、そもそもボトムポケットもそんなに傷つきません。第2マスペクトラグリッドは丈夫な素材なので、これは全然地面についてもいい素材っていうところで、自分はフロントポケットが下になるように地面に置いています。はい。で、次、は肩に注目すると、自分はロードリフターというオプションをつけました。で、ロードリフターはどういうものかっていうと、荷重をリフトする、つまり持ち上げるっていう意味ですね。よく登山ザックについてる、機能で、自分は、今回こちらもつけてもらいましたと。で、自分はなんでこれ今回つけたかというと、ヒップベルトがないデザインであるケース4を選んだからですと。肩荷重が、より大切になってくるってなった時に、さすがに40リットル肩荷重だけってちょっと不安だったので、何か、サポートできる、機能がないかなと思っていて、で、そう考えた時にはそのロードリフターですね、荷物を背中に引き寄せて、なるべく肩荷重を、より、集中させようということを考えました。例えば、ウルトラライト系のザックであるハイパーライトマウンテンギアとかはですね、ヒップベルトがあるので、ロードリフターとかはないですね。一方で、ヤマト道の3とか、これも40リットルのザックで、ヒップベルトがないんですけど、これロードリフター実はついていますね。こんな感じで、ヒップベルトがない、ザックではロードリフターが結構重要なのかなというふうに考えて、今回これをつけてもらいました。で、ロードリフターでもまたオプションがあってですね、ストラップにするかコードにするか、ってところなんですけれども、あと自分はコードを選びました。で、その理由は単純にですね、この紐が切れた時とか、修理したい時には、そのコードの方が自分で直しやすいだろうっていうふうに、考えたからです。
で、次のカスタマイズとしてショルダーストラップに注目すると、自分はショルダーポケットを2つ、つけてもらいました。ライクラメッシュ生地のものですと。この中にはいろいろなものが入れられて、スマホとか、食べ物とか、あとトレイルミックスを自分は入れていたりしますと。で、ポケット、これショルダーストラップにあると、歩きながらザックを下ろさずにアクセスできるポケットが2つ用意できるので、便利ですねっていうところになります。ショルダーポーチを買って自分で付けることも考えたんですけど、ショルダーポーチって普通に買うと1つ3000円くらいしますと。で、2つで6000円ですねって、なった時にもうそれだったら最初から付けてもらおうっていうふうに考えました。また最初から付いてる方がデザインがシュッとしてるかなっていうふうに考えたっていう理由もあります。で、ショルダーポーチもですね、選択肢が2つあって、ジッパータイプのものかオープンタイプのものかってあるんですけど、自分はオープンタイプ2つを選びました。ジップタイプのものはですね、ジップは開けた瞬間に物が飛び出るっていうリスクがあるなっていうふうに思っていました。なので、シンプルで物の出し入れがしやすい、オープンタイプのポーチを選びました。このライクラ生地はすごい硬くてでも柔軟性があるっていうところなので、スマホとか、ある程度サイズが、ちゃんとあるものを入れれば、その伸縮性で、物が固定されるので、全然物が、オープンでもこぼれることはないっていう印象ですね。はい。で、最後ですね、ちょっと細かいカスタマイズなんですけど、フロントポケットのデザインを少し変えてもらいました。具体的には、デフォルトだとですね、フロントポケットと、ザックのストラップ、が直接つなげるような機構なんですけども、自分はそれを分離してもらいました。その理由は何でかっていうと、ザックのメイン機質ですね、このストラップを閉じたままでもフロントポケットの収納出し入れをしやすいようにしたかったっていう理由があります。はい、でいろいろカスタマイズ紹介していきました。で、最終的にザックの重さがどうなったかとか、その重さ、あと値段ですねがどうなったか紹介していこうと思います。で、まずザックの重さ測ってみたら、380g とか 390g っていう数値になりました。で、これはカスタマイズで、どのくらい重さが増えるかとかいろいろサイトに細かく書いてあるので、これ足し算すると大体390、80g だったので、そんなに違いはないのかなって感じますね。っていうのが重さです。で、390g、つまり 400g を切るって重さどのくらいなんですかって話なんですけど、それこそ山と道のミニとかと同じぐらいの重さですね。ハイパーライトマウンテンギアは、ウルトラライトといっても実は 900g ぐらいあってですね、およそその半分で、ザック、今回自分のカスタムオーダーをしたっていう話になります。はい。で、値段ですね。値段、これいろいろカスタマイズしたんですけど、最終的には、3万円ぴったしぐらいになりましたと。で、一つずつ見ていくとですね、まず、ザックのメイン機質ですね。これが18,000円でした。で、カスタマイズとしてまずフロントポケットっていうのはですね、メッシュじゃなくて生地、スペクトラダイニマグリッドにしています。これでプラス800円ですね。で、次にボトムにポケットをつけてます。ライクラメッシュですね。これも900円のプラスになります。安いですね。で、肩の荷重をサポートするためにロードリフターをつけています。これも確か800円ですね。で、次、ショルダーストラップのところにポケットを2つつけています。これがちょっと高くて2900円ですね。ただ市販のショルダーポーチ1個3000円、2個肩は6000円って考えると、大体その半分で、シュッとスマートなポケットをつけてもらったっていう話になります。で、ちょっとしたフロントポケットのデザイン変更っていうのが、ちょっと、お高いなと思っちゃったんですけど、1000円くらいですね。で、これ足し算すると大体3万円切る値段ですね。で、送料が大体日本国内だと1500円なので、3万円って考えてもらえれば十分なカスタマイズされたものが返ってくるっていうことになります。で、3万円っていう値段どのくらいなんですかって話なんですけど、それこそまた引き合いに出して申し訳ないんですけど、山と道のミニとか、これがちょうど3万円ぴったしですね。で、山と道の3が3万5千円って考えると、いろいろカスタマイズ、オーダーして、3万円っていう値段はかなり良心的なんじゃないかなというふうに思っています。はい、こんな感じで今回は自分がテント泊登山始めてまだ1年のペイペイなんですけど、生意気にもザックをカスタムオーダーしたっていうところでその紹介をさせていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。